この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。アクションゲームを作ってます。ああ、そうですか。それが処女作で。そうですね。はい。で、それからポートビア殺人事件。はい。で、オホーツク。オホーツク。はい。軽井沢ドラゴンクエスト。ああ、そうですか。ドラゴンクエストの1、2、3。そうです。ああ、なるほど。何年前ですか、そうするとこれ、要するにこのファミコンソフトに手を染められたのは。ファミコン自体はですね、そうですね、2年半ぐらい前ですかね。あ、まだそんなもんなんですか。そんなもんだと思いますけども。あ、そうですか。でも一着とにかく、もう、時の寵児というか、話題の人になって。なし崩し的になってしまったというか。爆発的になっちゃったわけじゃないですか、もうそんな短い期間に。そうですね。とんでもないもの作っちゃったなっていう。なんか最近は少年少女雑誌の人気投票なんかでも、いわゆるアイドルタレントの中に混じって必ず堀井さんの名前が出てくる、ベスト10の中に。いや恥ずかしいですよ、はっきり言って。その前は何をしてらしたんですか。僕もともとですね、雑誌とかのフリーライターやってたんですよ。ああ、そうですか。じゃあ早稲田の同窓だってことを私もね、今回話題になって初めて知ったんですけれども、その大学では僕、早稲田の漫画研究会っていうところにいまして、高校時代ずっと漫画家になりたかったんですよね。それで進学して漫研に入ったんですけども。そうですか。庄司貞夫さんとかね、園山真司さんとか先輩で有名な方いらっしゃいますけども。あ、そうですか。で、漫画をお書きになりながら。じゃないんですけどね、要するに有名なクラブだから結構いろんなライターの仕事とか舞い込んできたんですよね。それでなんていうのかな、ずるずると物を書くようになってしまって、でこれでも食えるんじゃないかって就職しなくてそのまま卒業してもライターやったって感じなんですけども。大学は4年でちゃんと卒業された。いや、6年かかりました。あ、6年かかって、ああ、そうですけど。で、そのままそのフリーのライターをずっとなって。そうですね。やはり絵を描くよりは文字を書く方がどっちかというとお好きなタイプ。絵を描くの好きなんですけども、やっぱり絵を描くっていうと結構物理的な時間かかるんですよね。だから字を書く方が楽じゃないかって思っちゃうと楽な方へ楽な方へ行っちゃうもんですから。いやいや、でも楽な方へ楽な方へ行ってこのね大ブームを巻き起こされたというのはこれはまた大変なもんだと思いますけれども、でそのフリーライターをずっとやってらして、そうです。でこのゲームソフトとの出会いというのは何だったんですか。だからその時僕が27ぐらい、7か8の時だったと思うんですけども、ちょうどパソコンっていうのが巷で話題になり始めて、で面白そうだなと思って、これは要するにデータの整理とかに使えるんじゃないかと思って僕もう何にも分からずにとにかく買ってみようって買っちゃったんですよね。それでゲームとか売ってたもんですから、いきなりゲームにはまっちゃって、それでやってるうちにいろいろゲームに改良を加え始めて自分でも作るようになっちゃったんですよ。それが27、8歳ぐらいですか。そうですね。それでちょうどその時ですね、もう会う編集にパソコンが面白い、ゲームが面白いっていう話をやたらしてたんですよね。それでちょうどその時エニックスっていう今ドラゴンクエスト出してるメーカーなんですけども、そこがゲームプログラムコンテストってやったんですよ。なるほど。でそこでですねジャンプっていう少年ジャンプがあるんですけども、そこにPR に来たわけです。で僕ちょうどその時ジャンプのライターやってましてですね、でジャンプが僕にそのゲームプロコンテストを取材してくれないかっていう依頼があったんです。で僕は取材するのにじゃあ今作って遊んでるゲームがあるからって言って、それがテニスゲームなんですけども、それをついでに応募して取材に行ったんです。応募して取材そうそれで行くと入選してて、授賞式では僕取材と受賞両方やってたんですよ。情けない話なんですけどね。それからですね。あ、そうですか。少年ジャンプではちゃんとそれは記事になったんですか。なりました。自分のことを自分で書いてるわけ。恥ずかしかったですね。あ、そうですか。ドラゴンクエスト1の時っていうのはやっぱりでもあれでしょ、やはりまた新しいステップですから。そうですね。相当大変だったんじゃないですか。戦闘、今まで戦闘っていう戦いのシーンですけども、大抵本当にアクションしちゃうんですけども、ドラゴンクエストの場合文字が表示されるだけなんですよね。何ダメージっていうんで、そういう面白さが分かってもらえるかどうかっていうんで、すごく気を使いましたね。そうですね。やはりあんまり難しくてはとっつきにくいでしょうし、あんまり優しくてはもうまたこれはすぐ飽きられてしまうでしょうし、そうですね。この辺のストーリーのね、入り口ってのは大変難しいと思うんですよね。
とりあえずね、僕だからとにかく最初の5分で面白いと思ってもらわなきゃ負けだと思ってるんですよね。はあ、最初の5分が勝負ですか。と思います。で、その世界に引きずり込んじゃうっていうそういうことなんですよね。はあ。でそれがまんまと引きずり込まれて、100万人の人が。そうですね。僕ある程度は受けると思ったんですけど、こんなにあるとは思わなかったんですよね。そうです。でドラゴンクエスト1が100万ぐらいですか。そうです。で2が200です。はあ。今度3はどのぐらいいくんですかね。それ一説には500とか言われてますけどね、1、2、3ときて300っていうのだと思ったりもするんですけど、よくわかんないですね。